まさきのエロくない性の話 Vlog、略して演酒 Vlog。今日のテーマは、ゲイやレズビアン、恋人が死んでも気づかない可能性あるよねっていうお話です。みんなは自分が死んだ時、ちゃんと恋人とか友達みんなに連絡が行くと思いますか？恋人や友達が亡くなった時、自分もそれをすぐに知ることができると思いますか？去年の2月、10年間恋愛ともワンナイトとも無縁だった僕に久しぶりに彼氏ができました。20代の頃の恋愛は独占したい、触れたい、把握したいとか、甘えたい、甘えられたい、人に紹介したいとか、そういう感情ばっかりだったんですけど、30代半ばにもなるとそこに健康であってほしいという思いが追加されるようです。関係が深まれば深まるほど、お互いの健康に何かあった時のことを考えるようになりました。彼にはルームメイトがいましたが、僕の連絡先は持っていません。職場の人も僕の存在は知りません。家族の話はたくさん写真付きで聞いてたので、僕は彼の家族を知った気になっていたけれど、向こうは僕の存在も知りません。彼が突然倒れたら、僕に連絡が来ないんじゃないか。もっと言えば、彼が亡くなっても僕に連絡が来ることはないのかもしれません。共通の友人が数人いるから、風の噂的に後から亡くなったんだよと聞くことになるのかもしれない。異性カップルだったら、あるいは同性カップルがもっと堂々と家族や友人や同様にパートナーを紹介しやすい社会だったら、なんてことを想像してしまいました。そう思ったら怖くなって、昔知り合いが作った LGBTQ の人たちにも使いやすい緊急連絡カードというものを思い出しました。連絡先を書いておいて、家族じゃなくても恋人じゃなくても関係性に関係なく、本人が緊急時に連絡を真っ先に入れてほしい人を指定できるカードです。印刷して2人でお互いの名前を書こうって言いたくて彼との旅行に持って行ったんですけど、なんかそんなことを言い出すのは恥ずかしくて、そのまま持って帰ってきてしまいました。これって恋人じゃなくても、例えばゲイバーやレズビアンバーで仲良くなった友達とか、昔付き合ってて別れたけど大事な人とか、そういう人との関係にも当てはまることありますよね。完全に同性愛者であることを隠してるとか、バイセクシャルであることを隠してるとか、そうするとどうしても LGBTQ 関連のつながりって他のつながりとは断絶してしまってるので、何かあった時にも LGBTQ の知り合いは誰も知らないまま時が過ぎていくというケースはこれまでも今もたくさんあると思います。それに実際はさ、同性カップルに限らず異性同士でもいろんな理由で家族や友人に紹介できないっていうカップルもいますよね。人種や民族が違うとか、出身地がどうとか、相手がすごく年上とか、障害を持ってるとか、子供ができないとか、トランスジェンダーだとか。だから同性カップルもそうだけど、そういういろんな人たちがもっと自由に堂々とカップルであることを人に言えるような社会になったらいいなと思うし、カップルにはならないシングルで生きていくっていう人にとっても、大事な友人たちとの関係を隠したりとか、他の関係と断絶させなくても済むような社会になったらいいなと思ってます。まあ僕は結局今年の夏に彼氏と別れたので、緊急連絡カード空欄のままなんですけどね。以上です。みんな明日も行くよね。